皆様、本日はですね、ヤンニョムチキン作っていきたいと思います。はい、ヤンニョムチキンはね、唐揚げ、ザックザクの唐揚げにちょっと甘辛いタレをね、見た目真っ赤なタレをかけて食べる韓国料理ですね、やっていきたいと思います。で、まずは唐揚げの下処理で、今回はヤンニョムソースがねしっかりとつくので、唐揚げ自体はそこまで下味はがっつりはつけなくて大丈夫です。で、今回は普通の鶏もも肉を使ってるんだけど、手羽とか骨付きのお肉を使っても美味しくできます。はい。で、いつも通り僕は大ぶりのやつにしたいので5等分ぐらいにして、気になる方はねここで筋とか取ってもいいんだけど、正直僕は唐揚げ食ってる時にそんなに気になったことがないんでカットしません。で、今回はちょっといつもと少し衣を変えようかなと思ってて、2度漬けして衣をねザックザクの、もちろんお肉がメインではあるんだけど、衣の主張をね激しくしようかなと思っております。で、基本的にはあとはチューブを使おうと思ってるので、包丁を使う作業は終了です。まずお肉にニンニクチューブでいいので、もちろん普通のやつを使った方がねしっかりとニンニクの風味が出るんだけど、今回はよし、ニンニク1/2とチューブで生姜、それも同量。はい、みりんを大さじ2杯とお酒を大さじ1、ごま油大さじ1杯、丸鶏がらスープ、こちらを大さじ1杯ほどですね。 SB 味付け塩コショウ、こちらをそれなりに入れて、はい、こんな感じ。そしたらこれをちょっと揉み込んで下味に漬け込んでおきます。がっつりつけた方が唐揚げとしては美味しいんだけど、今回は結構タレがねしっかりした味付けなので、軽く味付けが済めばいいかなっていう感じですね。今回ちょっと衣と揉み込むわけではないんだけど、一応ね粉がしっかりつくように、卵1個でいいかな、卵1つ分でいいです。1個よく潰しといてください。じゃあこちらで今回作る唐揚げのお肉の下処理は終了で、そんなに漬け込む時間はなくていいので、もう 4,5 分とかでいいんだけど、その間にヤンニョムを作って、そしたらその時間で十分味はそれなりに染み込むと思います。ではヤンニョムチキンのヤンニョムの部分作っていきますね。まずコチュジャン、もうこれですね、メインたっぷりのコチュジャンです。で、コチュジャンってね辛いだけじゃなくて旨味もしっかりしてるから、普通のスーパーだったらこのサイズぐらいは全然売っているんだけど、カルディとか行ってはさらにもうちょっと大きい容量のやつとかも売ってるんでおすすめ。でもどこにでも結構売ってると思います、このコチュジャンはね。一応コチュジャンを大さじ3杯入れます。もう正直大さじ3杯使うとほぼ全部使うねこれ。じゃあもう大さじ3杯ってよりもこれ1パック分だと考えよう。コチュジャン 200g、 しっかりとコチュジャン入れたら、ここにお醤油、今回だったら大さじ4杯ぐらいで十分だと思うんだけど、ニンニクこちら大さじ1入れます。ニンニク大さじ1杯に生姜、こちらを大さじ1/2ぐらい、はい、生姜、ごま油大さじ2、あとねケチャップとか入れるところもあると思うんだけど、今回ケチャップは抜けていこうかなと思ってて、味見をしてもうちょっと甘みが足したいとかになったら加えようかなって感じですね。で、ここにはちみつ、これをね結構たっぷり入れます。で、このはちみつ、普通のはちみつでいいんだけど、これはねカルディで買ったちょっと良さげなやつ、クローバークレストだって、ちょっともともとこういうクリーム状になったはちみつですね。こちら大さじ2杯入れます。あとお砂糖大さじ1杯なんだけど、今回ちょっとこのオリゴ糖を使います。特にこれに関しては普通のお砂糖でも大丈夫を大さじ1で、ちょっと一旦混ぜるんだけど、あとここにこちらですね、粉の唐辛子、レッドペッパー、コストコで買ったやつなんだけど、これを結構ねたっぷり入れます。大さじで測れるかな、とりあえず大さじ2杯分は入れちゃいます。はい、大さじ2杯混ぜちゃいます。で、よく混ぜたらこんな感じになりますね。
いい感じじゃないですか。でまあこれ僕たち今味見した感じ、辛さも甘さもちょうどいいぐらいでした。やっぱ蜂蜜のね甘みが効いてるんで適度なんですけれども、もしもうちょっと甘くしたいんだったらここに先ほどのオリゴ糖や蜂蜜を足すなり、辛さを足したい方はもっと唐辛子を入れても大丈夫。基本的にはこの味で大丈夫です。で一応この状態で保存も効くので、冷蔵庫で何かにつけこれを混ぜてもいいし、火にかけなくても一応これは全然食べられるものなので、これでとりあえずヤンニョムじゃない、ヤンニョムだ今もう俺の中でサムギョプサルしか出てなかったヤンニョム完成。じゃあ唐揚げ揚げていきます。で今から衣をつけるんですけども、プラスこちら今回は素焼きのミックスナッツを買ったんだけど、こちらをちょっと砕いておいてください。最後上からかけたいと思います。じゃあお願いします。はい。じゃあ、まず衣を用意するんですけれども、衣はいつも通り片栗粉と小麦粉を1対1の割合で混ぜます。はい。で小麦粉200と、片栗粉200ですね。で今回1個用意してほしいのがこちら牛乳。じゃあちょっとタッパーに出しておきます。で今回は衣を2度漬けするんだけど、まずちょっと片栗粉と小麦粉を混ぜ合わせておいて、はい。じゃあまず片栗粉と小麦粉を普通に1対1で混ぜ合わせたこの中に先ほどのもみ込んでおいた鶏肉を入れて、まず軽くね衣をつけますと。1段階目、衣つけたのをちょっとずつ取り出しておいて、正直今ここにある衣をほぼ全部使うかなぐらいの勢いでやっていきます。これそれくらい衣をがっつりつける気持ちで挑んでください。でとりあえずまず普通に先ほどの粉をつけたら、この牛乳の中にさっきのね余っているこちらのつけだれ、牛乳の中に入れちゃって大丈夫なので、はい、入れて、この牛乳の中に先ほどの一度衣をつけたやつ入れます。で改めて衣つけます。こんな感じでもう一回全部もう牛乳に戻して、でびっちょびちょの状態をさらにもう一回通す感じですね、衣の中に。でこれで衣がしっかりついて、あと普段以上にね水分が多くなるので、その水分の部分がザクザクになりますね。でこういうちょっとさねちゃっとしてる、わかるかな、こういうのをもうこびりつかしてあげてください。この部分がザクザクの衣になります。余計な衣すらどんどんつけていってあげてください。でこれを改めて放置しておくとまたちょっと水分が出て衣が剥がれづらくなります。はい、じゃあこれを繰り返して2度漬け衣していきます。全部こんな感じで終了したら、最後余ったやつ、牛乳を若干ね余ったこの中に入れて、ちょっと軽く混ぜ合わせたら、これも最後ちょっともう一回上からかけてあげとけば粉が剥がれづらくて油が汚れづらくなると思うので、最後軽くね。じゃあこちら揚げていきたいと思います。唐揚げ揚げていきます。油の温度は170度ぐらいで、今回もきちんと2度揚げするので、最初まず 2,3 分火入れて取り出して中までじっくり火を入れた後にもう1回揚げ直します。じゃあ油がね170度ぐらいになったので入れていきます。さあザクザクになーれ。でちょっとね唐揚げ同士がくっつきやすいので一旦ほぐしてあげれば大丈夫。そしたら170度キープして3分ほどしっかり揚げてください。で入れた瞬間そんないじんないのがいいっていうのはね、基本的に唐揚げ作る時の共通認識だと思うんだけど、僕が以前作っている動画のやつとか今回のやつみたいに衣がね結構水気を持ってしっかりしてるやつは入れた瞬間最悪ね触ってももう剥がれることはないと思います、衣が。だから普通のねパン粉とかつけるフライとかは絶対入れた瞬間は触らない方がいいですけども、そこら辺は注意してください。でこの唐揚げ本当に衣がすっごい多分硬くというかザックザクになると思うので、
まあ揚げたてを食べるのが一番なんだけど、まあ、今回ヤンニョムに絡めるので、ヤンニョムに絡めてやっぱちょっと水気を帯びちゃうと少しやっぱ衣しんなりするじゃないですか。それを補うために今回はよりいつもより強いザクザク感を求めました。はい、じゃあ3分経ったので一旦取り出します。では全部揚がったので2度揚げしていきます。こちら最初の時よりね結構跳ねると思うので注意してくださいね。はい、じゃあいきます。時間で言ったらまあ 2,30 秒でいいので、このパチパチが消えて水分が飛んだら OK です。めちゃくちゃバチバチいうのがなくなったので、これで2度揚げ終了。はい、じゃあこんな感じでとりあえず唐揚げは完成。ザックザクのやつですね。じゃあ残りもちょっと揚げていって、であと残り揚げた後に先ほどの、ヤンニョムとこちら、唐揚げを絡めて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。今日は手で。手で。じゃあまずはね、はい、乾杯。乾杯。あーうまっ。いくよ。頑張ってるやつをね。じゃあいただきます。ガリガリ言ってる。ちょっといただきます。これバリバリんとこめっちゃうまい。こうちゃん、これはうまいぞ。うま辛だぞ。うまっ。ガリガリんとこやばい。こうちゃんがさ二度漬けしてくれてるその衣の部分が超絶うまい。やっぱちょっとつけてる方が馴染んでてうまいわ。これはうまい。本当にめっちゃうまい。これはマジでもう強炭酸のにめちゃくちゃ合うおつまみだね。ね。あと最後ナッツかけたの正解ね。めっちゃうまい。いや、うま辛最高なんだ。これハマるね。で結構ねコメントに多かったね料理の一つなんですよ、ヤンニョムは。多分喜んでくださってるからたくさんいると思う。こうちゃんのヤンニョム食べたい人多分絶対いたはずだから。めっちゃうまいです。多少焦げ気味でも最後二度揚げしてる時翌揚げの方のが衣がよりバリバリになってうまいと思った今ね。結局ヤンニョムつけたから見栄えはそこまで気にしなくてもいいから。そうそうそう、横揚げがいい。これは絶対。これはやべえな。やみつきだな。ちょっとそうだそう、俺やってみたかったのがあった。いいやってやっていいよ、ずっと言ってたもんね。そう、このフライドチキンにはちみつをかけてハニーチキンずっと言ってたよね。めっちゃガリガリ言ってる。じゃあちょっと食べます。うまい。よかったね。夢が叶ったね。
ねえねえまあいいやまあいいや、そのまま続けんの？待って、俺はどうなの？大丈夫でしょ？何が？口の周りこっちは結構すごいことになってると思うけど大丈夫？まあいいのね、うん、そのまま続けるよ、気にしない。なんなら、うん、衣食べたいもん。確かにほんと衣がうまいよね。もちろんお肉も美味しいんだけど、でもあとちょっと感動したのが、すっげえ辛いじゃん、その状態でこれを食べるから多分美味しいんだと思う。なるほどね、口がね、これねマジでちょっと普通に余分に作ったのをちょっと普通の絡めずに残しておいて、ちょっと数個でいいからハニーチキンも食べてみてほしい。それでめっちゃ合う。これちょっと食べてマジでこれ超うまいから。ピーナッツバターみたい、クリーミーだよ。結構しっかりつけても大丈夫だった。てかこの蜂蜜がめっちゃうまかった、美味しい。こんなにいっちゃっていいの？本当に？ちょっといただきます。何これ、うまくない？ちょっと俺感動したんだよね。今までにないフライドチキン。ちょっと表現うまっ。めっちゃうまいよね。こうちゃんの言ってる意味分かった。辛いもの食べた後だからうまい。そう余計うまい。多分逆に普通にこれだけ食べるんだったら甘くて結構無理かもしれないんだけど、辛かったからこそこの甘さがめっちゃいい感じに際立つ。てかこの蜂蜜うますぎ。これめっちゃうまい。クローバーレストブランドハニーって書いてるやつ。これあれね、カナダの純粋蜂蜜。カルディだっけ？カルディで買ったやつ。待って、めっちゃうまい。それマジでうまい。あとこれもバリバリね。これ食べてでもまた辛いそう今それを言いたかった。これを食べたとこれが食べたくなった今。この無限の組み合わせ最高です。なるほどね、こうやって食べていくんだね。みんな食べていくんだね。本当に美味しい。ということで本日はですね、結構本当にリクエスト多かったヤンニョムチキンですね、をこうちゃんに作っていただいたんですけど、ヤンニョムチキンね、僕もうちょっとなんか甘ったるいようなイメージだったんだけど、こうちゃんが作ってくれたヤンニョムチキンは結構もうパンチが効いてて、めちゃくちゃその硬い衣と合うヤンニョムでした。めっちゃうまい。うま辛。辛だね。もう辛すぎてもうどんどん進んでいく感じ。でも夏とかも最高だと思う。逆にね、真冬もやばい。そう真冬も多分最高だと思うんだけど、真夏にもうガンガン汗かきながら、もうビールもかっくらいながらもう食べるのが最高だなと思ったのと、あとびっくりしたのが蜂蜜。これ多分こうちゃん最初言ったけど、蜂蜜かけただけだったら多分甘ったるくてあれなんだけど、これ食べた後にこれ食べて甘いんだよ。またこれが食べたくなるんだよね。辛い甘い辛い甘いって言ってるから。すごい無限ループだから、これも実際試してほしいなっていう。ヤンニョムチキン作るときはちょっとセットで試してみてほしいね。そうだね。はい、ということで衣の付け方もね、本当にこうちゃんのやつはガリガリだし、結構これ時間経ってたのにあんだけガリガリなのってなかなかないと思うんで、ぜひ皆さん真似して作ってみてください。であと今回ガリガリなやつ、こうちゃん片栗のことを多分小麦粉で作ってるんだけど、よりガリガリするのに片栗粉だけだったりとかいろいろ方法もあるんですけど、そこら辺はね皆さんのお好みに合わせてやってみてください。米粉やコーンスターチとかね、いろんなのあるんだよね。はい、ということで僕たちはねこの配合がやっぱ好きなんで、片栗粉と小麦粉を混ぜてるんですけど、そこら辺は皆さんのお好みでよりガリガリにするのか、僕たちと同じような感じにするのかは決めてみてください。ということで本日は以上になります。もう最高に美味しいのでぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。